ちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはフィリップ・K・ディックによる珠玉の物語、アンドロイドは電気羊の夢を見るかです。この作品は1968年に初版が刊行されて以来、世界中で読み継がれてきた SF 文学の金字塔です。その独創的な世界観と深いテーマによって発表当時から SF ファンのみならず多くの読者を魅了してきました。例えば SF の必読書としてしばしば名前が挙がる一冊であり、その影響力の大きさがうかがえます。一見すると手に取りやすいボリュームかもしれません。ですがそこに込められたメッセージの深さと豊かさは計り知れません。本日はこの物語のエッセンスを約15分で紐解いていきましょう。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている大切な何か、人間らしさや思いやりを静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。1982年にはリドリー・スコット監督により映画化され、題名をブレードランナーとして公開されました。その映像美と物語は世界中で話題を呼び、2017年には続編の映画も制作されています。多くの人々に多様な形で感動を与え続けている名作です。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出したフィリップ・K・ディックと作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者であるフィリップ・K・ディックは1928年にアメリカ・シカゴで生まれ、20世紀という激動の時代を駆け抜けた SF 作家です。彼の人生そのものがまるで一つの物語のようでした。生後間もなく双子の妹を亡くし、その悲しみと喪失感は彼の心の奥深くに刻まれることになります。幼い頃に家族と共にカリフォルニアへ移り住み、第二次世界大戦の時代を少年期に過ごしました。戦争の影と西海岸の日差しの中で本と音楽に親しみ、豊かな想像力を育んでいきます。作家を志したディックは大学を中退し、若くして創作の道へ進みました。しかしその道のりは平坦ではなく、生活に困窮しながらも執筆への情熱だけを糧に多くの物語を書き続けます。ようやく1963年、長編「高い城の男」でヒューゴー賞を受賞し、彼の才能は世に広く認められるようになりました。それでもなお彼の心は常に現実と虚構の境界を見つめ、人間とは何かを問い続けていたのです。そして迎えた1960年代後半、ベトナム戦争の激化、公民権運動やカウンターカルチャーが社会を席巻します。人々の価値観が大きく揺れ動く中、ディックは自身の抱く不安と希望を一つの物語に注ぎ込みました。1968年に「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」が出版されます。その頃、世界はまさに大きな変革の波に揺れていました。例えば1968年にはアメリカで公民権運動が最高潮に達し、ベトナム反戦のデモが各地で巻き起こりました。街は激しい熱気と混乱に包まれます。一方で人類は宇宙への夢を追い求め、遠い月に手を伸ばそうともしていた時代です。街角では色とりどりのヒッピーたちが愛と平和を掲げ、ラジオからはビートルズの歌声が流れていました。しかしその背後では核戦争への恐怖や社会の亀裂が静かに人々の心を蝕んでいたのです。文学や芸術の世界でも新しい息吹が感じられました。当時の SF 文学は
単なる空想の冒険譚ではなく、現実社会への批評や人間の内面を鋭く描き出す作品が台頭し始めていたのです。そんな空気の中で発表されたこの物語は、ある人々には現代の不安を映し出した傑作だと熱狂的に迎え入れられました。その一方で、あまりに奇妙で暗い物語だとして戸惑う声も上がりました。これはただのディストピアなのか、それとも我々への警鐘なのかと議論を呼ぶことにもなったのです。その反響の大きさは今もなお私たちの想像力をかきたてています。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ること、そうすることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよアンドロイドは電気羊の夢を見るかの物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、荒廃した未来の地球、人間と見分けがつかない精巧なアンドロイドたちが生きる世界です。そこでは、命とは何か、人間らしさとは何か、誰もが答えを探し求めています。現実と幻の境界が揺らぐ中、本当の愛と共感を求める切なくも美しい物語が静かに展開していきます。それではこの物語が私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。序章。灰の降る朝、電気の鼓動。第三次世界大戦後の地球には放射性の灰が絶え間なく降り、街は鈍い琥珀色の薄闇に沈んでいる。生き物の多くは絶滅し、動物を飼うことは社会的地位であり、人間性の証とさえ見なされていた。サンフランシスコの高層ビル屋上で、バウンティーハンターのリック・デッカードは羊に餌をやる。体温も鼓動もない精巧な電気羊である。かつて本物の羊を失った彼は、喪失感と周知の穴をこの無機的な愛情で埋めようとしている。開花では妻イーランが感情を調律するペンフィールド冗長オルガンに手を伸ばし、隣人は本物の馬のぬくもりを自慢する。人々は共感ボックスで宗教的合一に浸り、老成人マーサーの苦難を追体験して孤独をやり過ごす。リックは灰色の空を見上げ、目に見えぬ裂け目からかすかな光が差すのを探す。今日が魂の輪郭を削る一日になるとも知らずに。第一章。命じられた狩り、共感を図る針。書に呼び出されたリックは上司ブライアントから任務を告げられる。火星植民地から逃亡した最新型アンドロイドネクサス6が8体、うち2体は同僚ホールデンが処理したが、自身も瀕死の重傷で倒れた。残る6体をリックが退治しなければならない。ネクサス6は人間と見分けがつかない。頼れるのは他者への共感反応を測定するフォークトカンプフ法のみだが、その有効性さえ疑わしい。彼は検査の厳密さを確かめるため、開発元であるローゼン協会へ向かう。第2章。偽りの記憶、美しき被験体。シアトルの高層ビル、重役エルドン・ローゼンの前に現れたのは、黒曜石の瞳を持つ若い女性レイチェル・ローゼン。彼女は重役の姪と紹介され、落ち着いた声で検査に応じる。薄暗い室内で瞳孔や皮膚電位が微細に揺れ、動物に関する設問で指標は不自然な無反応を示す。結果、彼女はアンドロイドだと判明するが、本人は人間だと信じている。聖地に埋め込まれた偽の記憶が自己像を支えているのだ。教会側はテストの誤判を主張し、希少なフクロウを餌に手打ちを提案するが、リックは退ける。美と脆さを併せ持つ彼女の佇まいが胸に残りつつも、彼は職務へと戻る。彼にとって人間性は測定器の針の触れよりも曖昧なものになり始めていた。第3章。仮面の聴者、歌姫の最後。市内の捜査でリックはまず正体を偽ったアンドロイドマックス・ポロコフを仕留める。だが次の標的、
歌劇場のソプラノ歌手ルーバ・ラフトの楽屋で検査を試みると、彼は急に逮捕され、見知らぬ警察署へ連行される。そこはアンドロイドたちが築いた偽装の庁舎だった。ガーランド警視は露見し、部下のバウンティーハンターフィル・レッシュが彼を撃つ。レッシュは人間だが、その冷徹さは機械めいており、彼自身も自らの人間性を疑い、リックに検査を依頼するほどだった。2人は美術館でルーバを追い詰める。彼女はムンクの名画の前で小さく怯え、絵の購入を願うほどに人間らしい。だがレッシュは躊躇なく引き金を引く。床へ崩れ落ちる歌姫。リックは胸にうずきを覚え、人間の皮を着た無感動と機械の殻をまとった感受性、その境界が逆説的に揺らぐのを感じる。第4章、ヤギのぬくもり。食材の重み。報奨金でリックは生きたメスヤギを買う。屋上に立ち上る暖かな吐息。荒い毛並みのざらつき。確かな脈動。イーランは涙をこぼし、夫婦はつかの間喪失以前の世界を取り戻したかに見える。けれど幸福は砂の器だ。街のどこかでは逃亡者たちが別の形の共同体を作りつつある。第5章、廃墟に芽吹く友情。キップルの増殖。放射能の影響で知能が損なわれ、移住資格を失ったジョン・イジドアは打ち捨てられた高層ビルに一人住むスペシャルだ。彼は共感ボックスに手のひらを当て、マーサーの苦難に同調して日々を保つ。ある日、痩せた若い女プリス・ストラットンが越してくる。やがてロイ・ベイティと妻アームガードも合流し、寂れた階に笑い声が戻る。だが彼らは人間ではない。廊下に積もるガラクタ。キップルは放っておけば増殖し、秩序を飲み込む。彼らの霊障もまたジョンの胸に静かに沈殿し始める。ある夕暮れ、プリスは拾った雲の足を興味本位で切り落とす。ジョンは悲鳴を上げ、震える手で小さな命をかばう。彼の涙は無価値と蔑まれてきた男がなお失っていない最後の輝きだった。第6章、暴かれる信仰。なお続く祈り。テレビの人気司会者バスター・フレンドリーがマーサー教は芝居で、共感ボックスは演出だと暴露する。だが皮肉にも暴露する彼自身もまた人間を模倣するアンドロイドなのだった。世界はざわめき、信じて身を寄せる場所の床が抜けるような虚脱が広がる。しかしその直後、ジョンの前にマーサーが現れ、荒野で石を受けるように彼にも痛みが走る。嘘か誠かの二元論では捉えきれない何かが彼の手のひらに確かにあざを残す。虚偽の暴露となお消えない痛覚。真実とは装置や映像の背後で人が分かち合う痛みのことかもしれない。第7章、偽りの愛。揺さぶられる刃。標的の半数を片付け、念願のヤギを手に入れてもリックの胸の空洞は埋まらない。彼はレイチェルに連絡し、ホテルで再会する。彼女は疲労した彼を気遣い、やがて2人は寄り添う。だが別れ際、彼女は冷たい声で告げる。自分はこれまで何人ものハンターと関係を持ち、狩りの意欲を内側から破壊してきたのだと。人間を惑わせるのは機械の皮膚か人間の孤独か。アンドロイドに共感してしまった自分に動揺し、リックは自らにフォークトカンプフ検査を行う。結果は人間。しかしその数値は彼の魂の揺らぎを証明していた。刃は揺れ、それでも折れない。レイチェルとの出会いで深く傷つきながらも、彼は最後の任務を遂行するため廃墟のビルへ向かう。そこに潜むのはジョンのもとに身を寄せた残る3体だ。暗い廊下に足音が重なり、プリスが跳ね、アームガードが叫び、ロイが突進する。リックは一瞬ごとにためらい、次の瞬間には撃つ。第8章、落ちるヤギ。砂漠の光。帰宅したリックを待っていたのは屋上から落ちたヤギの死骸だった。レイチェルが来て
黙って突き落としたという。ぬくもりは一瞬で冷え、食材の重さだけが腕に残る。彼は夜の高速を走り、荒野へ向かって車を止め、灰の降る大地を歩く。息は乾き、足取りは砂に沈む。そこで彼は小さなヒキガエルを見つける。絶滅したはずの生き物が手のひらの上で震え、彼は涙をこぼして抱きしめる。マーサーの幻影が続けよと囁くように、彼はその命を家へ持ち帰る。イーランは優しく世話の仕方を調べるが、やがてテーブの蓋を開け、ヒキガエルが電気仕掛けだと知る。失望が訪れるはずの瞬間、イーランは微笑み、電池の型番を確かめて言う。だったら長く生きさせましょう。リックは静かにうなずく。手のひらの重みは変わらない。偽物であることと愛せることは別の座標に属している。結び、問いの灯火、共感の軌道。この物語が照らすのは、外形や出生が人間性を保証しない世界です。皮膚の下に肉があるから人間なのではなく、痛みに触れてうろたえ、他者の苦を前に足を止めためらう。それでもなお手を伸ばすこと。まさしくその反応の遅れと震えの中にこそ人間の姿は立ち上がるのです。アンドロイドは共感を核とされ、測定器はその欠落を証明します。しかしその装置が暴いたのはしばしば人間の側の空洞でもありました。歌姫の恐怖に胸を痛めたのは誰だったか。雲の足にうろたえたのは誰だったか。そしてヤギの死に崩れ、電気のヒキガエルに救われるという矛盾を抱きしめたのは一体誰だったのでしょうか。フィリップ・K・ディックは問いを鋭く反転させます。主題はアンドロイドは電気羊の夢を見るかではなく、むしろ私たちはどのような夢を見れば人間であると言えるのかという私たち自身に向けられたものなのです。荒廃した世界で主人公のリックが最後に掴んだものは客観的な真実の証明ではありませんでした。それはたとえ偽物であっても構わずに注がれる温かい配慮とその手つきそのものだったのです。灰は今日も静かに降り続けます。それでも手のひらに残るそのかすかな重みを離さない限り、共感の軌道は暗闇の上を巡り続けるでしょう。いかがでしたでしょうか。フィリップ・K・ディックが紡いだ「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」は読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響きを持つ深く不思議な魅力に満ちた物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける共感の大切さというメッセージは、私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる人間らしさとはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような気づきを受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがない方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も大人になった今再読することで、かつては気づけなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。